皆さん、韓国の朝鮮時代劇ドラマを見てみると、王から嫌われたり、または政治的な敵からやられて、こういった形で追放されるような場面、よく見たことありますよね。じゃあ、今までは私が動画で追放と紹介しましたが、正式にはこれはゆべと言うんですよね。じゃあ、このゆべなんですけれども、簡単に言いますと、王様が君見たくもない消えろというのと同じなんですよ。なので死刑に続く重い刑罰だったらしいんですよね。で、こうやって全国あちこちで追放されますが、遠くなるほど重罪だったらしいです。で、ここでちょっと遠くなるほど重罪のところをちょっと確認してみると、実際この刑罰は中国の民から来た刑罰だったらしくて、中国の場合は罪によって2000人、2500人、3000人まで分けてたらしいんですが、残念ながら朝鮮半島は王がいるソウルから一番遠い釜山まででも1000人余りでしたね。どうしても中国の基準に満たすのはできなかったんでしょう。なので、世宗大王の時にこれを決めるんですよ。朝鮮は罪によって600里、750里、900里に分けますね。ちなみに、100里は 40km だったらしいですよね。で、ドラマとか見てみると、ほとんど高位官僚とかがこうやってゆべに行きますが、実際は、貴族であるヤンバン、平民であるヤンミン、そして先民、また動物であるゾウまで、身分、性別関係なく、重罪はみんな追放されてたらしいですよね。そして実際重罪を起こして追放、つまりゆべに行く人もいれば、王が最近の政治バランスが悪いなと思って臨時でゆべを行かせる場合もあったそうなんですよね。で、この夕べに行く前には、正式にはお尻叩き8回をされてから出発するようになっていますが、お金がある人とかは代わりにこれで罰金を払ってたらしいです。正式にこれ100回叩かれたら実際死に至りますので、ほとんどの人はお金で払ってたらしいですよね。で、皆さんドラマとか見てみると、こうやって牛とかに引っ張られて、車輪がついているローで人が乗っていて、ゆべ地まで行くのを結構見てるんですけど、以前の動画で少し言いましたが、実際これは死刑囚が乗る車で、実際は追放には使われなかったらしいですよ。その理由は、朝鮮半島は 70% 以上が山脈なので、あんまり道路が発展しないんですよね。なので、こういった車で行くのはとても大変だったんですよ。なので、実際はローバに乗って行ったりとか、またはロバを買うお金がなければ歩いていたらしいですよね。で、この時にもちろんこの人が途中で逃げないように管理人がつきますけれども、この付き添いの官僚の旅費も全部この追放されている人が自腹で払わないといけなかったので結構大変だったらしいですね。なのでお金がない人の場合は、食料がちゃんと与えられなかったりとか、旅館が、質が悪い旅館で宿泊することになるとかなりいじめてたらしいですよね。で、実際ドラマでは追放地まで行く過程はあんまり描かれないんだけれども、意外と、そんなにきつくはなかったらしいですよ。そういった目的地まで行く途中で友人のお家があったりしたら、その友人のお家で泊まってもよかったらしいし、そして先ほど言ったように、臨時で追放されたりとか、または権力を持っている家紋の人の場合は、みんなその事情はしてるので、その地域の官僚が特別扱いをしてあげた場合もあるらしいですよね。お酒をあげたりとかですね。この人がまた戻ったら自分にも結構得になるようなことが多かったでしょ。で、こういった過程を経て目的地まで着いたら、こういった小さなお家で一人暮らしをすることになりますね。一人暮らしとはいえ、もちろん管理人はいますが、管理人と書いて監視役ですよね。で、実際この人との関係がとっても大事でしたね。で、管理人の場合は、
追放された犯罪者ですよね。この犯罪者を預かる代わりに税金を免除されるんですけれども、そのゆべ対象の全てを責任を取らないといけなかったんですよね。逃げたりとかしても自分の責任で、ご飯とかも自分があげないといけないし、なのでみんなやりたくない仕事だったらしいんですよ。なぜかと言ったら、貴族がほとんどだったんですけれども、その人たちってご飯作ったことないし、何か物を購入したこともないし、掃除とかしたことないし、虫とか捕まったことないので、1から10まで全部、いわばダダをこねてたらしいんですよね。これは自分の農業の仕事を持っている管理人としてはとてもめんどくさいことだったらしいです。もちろんその中にもお金がある人の場合は、待遇が変わりますね。お金をあげると言ったら、なうり部屋に温度入れますねとか言ったり、で、むしろお金がない人には、部屋の工事するからしばらくそこで寝てのなど、いろいろお金によって待遇が変わってたらしい。じゃあとにかくこうやって追放された追放地ではみんな何をするかと言ったら、お金があったり権力がある人は、小説を書いたりしてたらしいですよね。以前の動画、チャンイビンの動画で説明しましたが、チャンイビンが悪いって書いていた小説、サッシ南정기の場合は、金万順という人が、自分が追放されたところで書いてたんですよね。で、さらにこの人は、追放地でクウンモンという韓国のセンター試験によく出題されるような名作の小説も書きました。で、皆さんが大好きなドラマの主役でしょう。ホジュンの場合は、皆さんドラマ見てるとわかると思いますが、王様が亡くなって、そのあくまでの礼儀として追放されますが、その追放地で、トニボガムという、朝鮮最高の医術書を編纂しますよね。で、そして、イ・ムンゴンという人もいまして、この人面白いんですが、追放地で家族と生活をしてたらしいですよ。で、その中で孫もいてですね、この追放中ずっと孫と仲良く関係を維持して、その日記を書いてたらしいですよね。思ったよりきつくはなかったかもしれません。ただし、先の話に戻りまして、お金がない人の場合は、できる仕事といえば先生という仕事しかないけれども、だいたいこうやった遠い地方で文字を勉強しても意味ないし、みんな子供たちも農業で忙しいから勉強とかする時間ないんですよね。なので、基本的には先生の仕事はしているんですが、ご飯を食べるためにあちこちで物乞いをしてたらしいですよ。じゃあ、ここで皆さんがちょっと面白く思ってほしいのは、つまり、村まではお出かけができたということなんですよね。自分が閉じ込められたお家からも少しは外出はできたのがわかりますね。ただし、じゃあ、ウィリーアンチというのがあります。これは何かと言ったら、自分が閉じ込められたこのお家の周りに木とか茨に囲まれて、外出禁止、完全独立状態になりますね。だいたいこれは、クーデターを起こした人とか、クーデターに負けた王族とかがこういったウィリアンチをされますが、有名な人はヨンサン軍、そしてヨンチャンデ軍、광해軍がいますよね。で、今日はこの中で광해軍を中心にこのウィリアンチの生活を説明してみたいと思います。광해軍はインジョからクーデターによって降ろされて、割とソウルから近いインチョンの近くにある강화도という島でゆべ生活をするんですが、この時14年ぐらいやりますね。実際この地域にいたらこうやって광해軍のゆべ地の跡という遺跡が残っていますが、あくまで跡しか残ってないんですよ。なので、ちょうどヨンサン軍が同じところで追放されてたので、今その母系が再現されていますが、それを見てみたらこんな感じだったらしいですね。ちなみにお家の広さなんですけれども、こんな感じでとっても狭いところで、追放生活をしていたらしいですね。あんな広いお城に住んでいた王様がこんな狭い部屋に住むことになりますよね。で、광해軍なんですが、この광화도で14年いましたが、意外と当時朝鮮に광해軍の不活運動が多かったので、チェジュ島に追い出されるんですよ。で、その時に実際は自分がどこに行くのかわからなかった광해軍、
顔に布をかぶせられ、実際着いたところで布を脱いで見てみたら、チェジュ島だったので、記録によりますと、まさに泣くように叫んでたらしいですよね。どうしてここなんだ、みたいな感じだったらしいです。で、現在、チェジュ島のチェジュ市中央路というところには銀行が一つありまして、その隣にはこっちが광해郡の追放地だったという案内席があります。なので、後も残ってないんですけれども、実際ちょっと韓国のニュースで当時の광해郡がどういった生活をしたのか再現した絵があったので、これで紹介しますと、こんな感じだったらしいですよね。周りがまさに個人のための刑務所みたいになっていますよね。この中でもちろん面会は禁止、外出も禁止、で、食事も足りない生活もしてたらしいですね。で、もちろん4、4人ぐらいはいましたが、この4、4人たちとの面白いエピソードがあって紹介しますと、4、4人の軍人1人がすごく礼儀がなくて、あるい광해軍がこうやって叱ってたらしいですよ。お前、あまりにも礼儀がなさすぎだな、と言ったら、この軍人、なんと광해軍は一旦王族なんですけれども、あなたは罪があってここにいるけど、私たちはあなたのせいでここで殺しているのよって逆に怒ってたらしいですね。その時に광해軍はこれを聞いて何も言わなかったらしいですよ。つまり自分の身分をこれによってもう一度確認できたのが悲しかったんじゃないんでしょうか。で、もちろんこの軍人、これはあまりにも、いくら광해軍にもひどかったので、当時周りの人からはすごく非難されてたらしいですよね。こういった記録を見てみると、当時광해軍に対するイメージは思ったぐらい悪くなかったということがわかります。で、こういった生活の中、광해軍はチェジュ島で4年後、66歳で死去しますよね。遺言は母のところで眠りたいという言葉でした。で、その時にチェジュの長であったイ・シバンが、とにかく国に광해軍が亡くなったって報告した後、普段だったらどうやって措置してほしいという命令が来るんですが、それを待たずにそのまま訪問してて、礼儀を持って遺体を守ってあげたらしいですよね。で、ここでちょっとイシバンの話を少しだけやってみたいんですが、先ほどの話で食事が足りない生活をすると言ってましたね。ほとんどチェジュ島に来る方はこういった生活をしたらしいんですが、광해軍だけは途中から食事に問題がなくなったらしいですよ。実際自分が思ったよりいい食事が出るから광해軍はある日その食事担当にこんな話をします。チェジュ島なのにこんないい食事、ここの管理者は私に恩返しをするのか、つまり광해軍がこれがおかしいと思って、ここのチェジュの長が昔自分から間食をもらった人なのかなって思うんですね。それを聞いた食事担当は、もしそうでしたら自分の罪を否定するためあなたにもっと厳しかったでしょうって遠回しの表現を言います。つまりどういうことだと言ったら、この人は광해軍から何も恵まれてなかった人なんですけれども、ただ광해軍に対する忠誠心でこうやって食事まで面倒見てくれたということですよね。この時の광해軍は涙を流しながら感動したという話があります。そのせいなのか、광해軍が亡くなる前にイシバンにありがとうって伝えてくれと一言も残してたらしいですよね。で、とにかく광해軍の死亡を聞いた16大王の院長、お葬式は高位官僚レベルでと命令を下して、重罪人なのにもかかわらず、かなり盛大なお葬式を開いてくれたらしいですよね。ここから見てみると、院長は、立場的には광해軍を否定しましたが、ある意味では戦王としては認めてたんじゃないかなと思いますよね。で、最後に面白い話がありまして、광해軍が亡くなった時に、多い雨が降ってたらしいですよ。それを광해雨と言いますが、旧暦7月1日だったんですよね。で、この광해雨伝説は今までチェジュ島にありますけれども、当時광해軍が亡くなったという話を聞いた住民のみんなが泣いて雨になったという伝説ですよね。なので今でもチェジュ島にはこれに関連する祭りなどがあるようですね。
じゃあ、今日はここまでです。一日で追うから、こういった厳しい生活をすることになった광해군。광해군は王族だったのにこんな生活だったら、普通の人だったらもっと厳しい生活をしてたんでしょ。じゃあ、今度また水曜日、面白いテーマで皆さんに伺いたいと思います。今日も聞いてくれて진짜 고마워요。 여러분、 안녕。